はい、おはようございます。ただいま私たちは群馬県は安中市の方にやってまいりました。はい。今回はですね、ちょっと大きめのトラキャン、ハイラックス用のねトラキャンを紹介させていただきたいと思います。はい、紹介していきたいと思います。僕ら初めてじゃないですか。ちょっと大きいこのトラキャンね。ハイラックスは最大積載量がはい500キロで、そうですね。まあ普通車なんで、はい高さは3.6メートはいルとなっております。はい、ハイラックス自体めっちゃ迫力あってさ、軽に見慣れてるから、うんすっごいこうでかく感じるのよね、シェルも。うん、でかいもんだって。実際ね、まあまあそうですね。でかっこいいね、やっぱりね。いやめっちゃかっこいい。じゃあまあちょっと外見からはい。いろいろ見ていきたいなと、はいはい、思います。作られてるところログハウス屋さんで、はいなのでフレームははい木でできてる、なるほど。スタイロフォームはいと糖質防水シートはいが入ってて、はい外壁がアルミの複合板。なるほど。はい。はい一個一個完全オーダーメイドなんで、うん大きさ、形とか、はいあと外観とかもね、うん好みに合わせて作っていただけるそうです。はい。まあ今回この一例としてはい。ちょっと紹介して、デモカーのはい。第2号だそうです。あ、第2号。はい。はい。まず気になるこれかな、こっち側ね。あ、これね。ここね。はい。ここね。この謎の金具。謎の金具。これがこう、取れて好きなところにああ、るらしいこんなんあるんやね。ここの爪子を持って、はいこうさ外せるということですね。で、好きなところにつけれる。上もあるからタープつけたりとか、あ、はい。あとサーフィンされる方とかね。サーフボードとかね。うん、フック干したりとか、はもちろん走行中も取れないんで、はいはい、すごいね。すごい。俺らもこれつけようとこれつけたらね思ってるんですよね、これ。うんこんなんちょっとね、もう数ヶ月早くつけたら DIY の時もうやってたね、完全に。で、窓ははいちょっと大きめのあ、そうですね。アクリル二重窓かあ、そうですね。ついております。結構大きいね。うんうん。で、あとね、ここね、あ、なんでしょうか、これは。気になるここ、パカッと。開けると、はいシャワーです。お、これまたサーファーさん歓喜のまあそうですね。まあいいですね海とかね入ったりするとちょっと足洗ったりとか。ワンちゃんいたりとかしてね、うんうんうんこう出てこない。こうはいはいはい、出ますよ。お、まあまあの勢こういうことい。いいね。ね、そう、夏とか水浴びとかも最高やで。水浴び確かにワンちゃんとかおってね、足ちょっと洗ったりとか、そんなんでもいいかもね。はい、反対側も雰囲気は一緒やけど、はい上にあれついてて、あ、そうですね。で窓は2つ、はあこっちはもう二つこう横っていうか上にパカって開くタイプやね、はい。でこっちはスライドと、スライドと。はい、でそこのはい天井から来てる線、はいはいそれがテレビのアンテナなんです。なるほど。ワンセグンも見れるらしいんおで、お、電波悪いところでも拾いやすいから素晴らしいですねね。いいですね。で屋根の上には400ワットのソーラーパネルがついております。はい後ろがですねめっちゃかっこいいよね。うん、確かに。このドアかっこよすぎる。いいよね、この。いい意味でキャンピングカーらしくないと。そう、すごい。ここライトもね。そうついてて、こう夜とかもあってで上はカメラ、あ、そうですね。バックモニター用のカメラがついてます。で、エアコンね。今ちょっとねでついてますが。でエアコンの扉が、うんこっちね、ああ。これでこうね飛び出るようになってますね。なるほこど。れもう閉めた時もねめっちゃかっこいいよね。あ、そうそう周りが黒いんで。そうなんですよ。はいセンス抜群よね。うん。でここがね、はい。お、外部充電用のところと、はい外部電源。あ電ー、なるほど。外で使えるやつやね。だからアウトとインってことね。そういうことね。あーなるほど。書いたと書いてある通いりやけど。やいやいや、わかりやすく言ったんや。はい、そういうことです。で反対側には12ボルト、はい USB が使えるところがついてます。うん、すごい。はい。あ、これシガーソケットも使えるんですね。そういうことですなるほど。固定方法はですね、はいラッシングがああ、なるほど。こことあっち4箇所やね。はい、こういう感じですね。はい。おお、すごいね。でこれね、これお、これ何ですか。アウトリガー。はい、アウトリガー。ここから下がね、うん、取り外しできるようになってて、はいはいこのボルトをね、うんはめてこれで止めるだけ。なるほど。でクリクリしたら高さ調節できて、はい着地させたら、はい揺れないと。あ、揺れ防止のために使うわけですね。気分多分揺れも大きくなるよね。中でね何人かとかにいたらあー1人やったら多分そんな気にならんけど、もう1人が動いたらもうすっごい揺れちゃうから、はいそれが防止できるとなるほど。いうことですね。はいでシルの下の隙間、ほうほう白いやつがこれだな。はい。水のタンク、なるほど。給水の方ですかね。そうですね。で、各40リットルずつが両サイドに。はい、はい。計80リットル。なるほど。
はい、こっちの奥にあるちょっと見にくいかもしれんけど奥にある黒いやつね。あ、これね。それが排水用のタンク。ああ、なるほど。排水用もあるわけや。はい。そりゃそうか。そらそうどこに入ってくるんだってなるからね。で気になる脱着なんですが、ちょっとやってみますか。ちょっとだけね。はい。ちょっとね、新しいパターンですね。見たことないパターンで。はい、お願いします。はい。ということでちょっと今準備したんですけども、電動でねこう上げ下げができる装置がなんとございましてですね、ちょっと今はねサブバッテリーについてるんですけれども、本来はここのねシガーソケットから取れると。外サメのシガーソケット。そうなんですよね。ということで、今回はねちょっとサブバッテリーやらせていただきたいんですけれども、これが足がね3つに分かれてて、それでバランスが取りやすくなってるっていうので、これがこっち側に1個と反対側に1個の計2つで持ち上げることができると。4点でね上げ下げするのがまあ普通だと思うんですよ。そうやね、オーソドックスなタイプでね。今回耐荷重がこのリールも含めて片方だけで 1.5 と耐荷重あるんですよね。まあこれをだからこっち側と向こう側にセットして電動で。そう、電動、しかも電動でどこかに金具で設置するとかじゃなくて、ほんまにシェルの端にこの L をかけるだけ。ちょっと手は気をつけないとダメですけどね。こういう感じでまあ噛めば、あとは少しずつちょっと上げてみてください。まあ今ちょっとあれなんで車がぐっとちょっと上がると思うんですけど、こういう感じで上がるんですよ。1.5 トンやから車まで行っちゃう。これをだから両方上げて、まあ他一緒ですね。車を前に出すと、そういうことです。でこの子のすごいのがこんだけ高さあるやんか、あるやんか、一番下まで下がるからそのまま地面に置けると。あ、そっか、そうね、いうことなんですよ。着させれると。そういうことなんです。めちゃくちゃ便利じゃん。あとね、ここの黒いところの足のところがね外れるんよね。あ、そう、分かれてる感じよね。なので収納しやすいというか、狭いところにもね置いときやすいね。そうなんです。ちょっと下ろしますね。楽しいね。電動やからめっちゃ楽やもんね。めちゃくちゃ楽。一応注意点としてはバランスが、そうやね、バンクがねあったりとか荷物のバランスとかね。なのでまあちょっとそこら辺はこう調整しながらちょっと上げてこうなってるなみたいな。最初はねちょっと場所探るのが必要やね。まあ慣れてしまえばもう多分女性とかそういう次元じゃないよね。誰でもできる。これは社長さんが自らお作りになった装置で、これも販売してるんですか？してます。なんとこれ単体でも販売してるんですか？単体でもなんと販売してる。シェルをねちょっとそうね、今の脱着めんどくせえわっていう方、あと特にねしょっちゅう脱着される方いると思うんやけど、お仕事で使ってるとかっていう人は平日は普通にトラックで使って土日だけ積むみたいな感じの人には向いてるかもしれない。これやったらめっちゃ便利やと思う。ただちょっと隙間が必要やから、あ、そうやね。例えばなんかこう荷台に置く時とかに1枚薄い板1枚かましとくだけで、そうやね、全然入れれるようになるもんね。1回最初だけそれすれば2回目以降はこいつだけでいけるもんね。こいつが入る、ほんまこれ数ミリやからね、5ミリない3ミリ5ミリぐらい、その分余裕があればねいいと思います。じゃあちょっと気になる中の方紹介していきたいと思います。まずドアの内側ですね。ここは黒板の素材の壁紙が貼ってあって、こういうふうにチョークで書けるようになってます。そう、来たら書いてくれとって嬉しいね。こんな、でもこういうのも書けるってことですもんね。そういうことです。いいじゃん。で、ここ鍵がついてますね。こういうねタイプですね。いいね、このなんかキャンピングカーっぽくないこのおしゃれな感じがいいね。で、中の内装はこの字のベンチシートっていうのかな、のレイアウトになってまして、高さは178です。
でこれ高さも自由にできるから、例えば180センチの方とかやったら、ちょっと天井あと2センチ高くしてほしいよとかもできるみたいなので、いいですね。そうね、外が3メートルだから、まあ普通車から 3.6 まで猶予あるんで、高さは結構ね、まだ全然高くはできると思う。ただ高くすればする分風の煽りとかの影響を受けやすいから、おっしゃると、そこはね、何を取るかですね。これね、壁紙がこういうちょっとデニムチックなやつが貼ってあって、本当ね、床はヘリンボーンのクッションフロアが貼ってあります。これも自由に選べるそうなんで、無限大に選べます。例のごとく多分こんな分厚いやつも全然選べるんでこれがいいとかも対応してくださるそうです。で収納ですね、ここら辺の上が全部収納になってまして、しかもこういうなんていうの、ちっちゃいダンパーみたいなのがついてるから開けて落ちてこないようになってます。反対側もね、一緒ですね。一緒です。大きさが違うから、そう入れるものによってね、大きいやつを入れてとかもできるね。ここで今エアコンついてるところなんやけど、こういう風に閉めることができて、普段もねこうできて、これはこう畳めばここに収まるように。良きかな、良きかな、いいですね。なってますね。で今ちょっと畳んだところに、ここにね照明のスイッチがついております。で照明がこういうところの下にもね、こういうのでね、いいですね、間接照明的なね。こことこっちの下、いいねいいね。とバンクの奥やね、今ついてるおしゃれにあります。でバンクがハイラックスなんで常設です。常設ですね、展開なしと。でこれは畳になってますね。なるほど、いいね。じゃあおまきさん寝てみてください。全然広いね。165センチなんですけど、こうまっすぐ寝てもまだ余裕があるぐらいの。そっか、170ぐらい、もうちょっとあるんかな。もうちょっとあるね、多分ね。175ぐらいあるんかな。まあ180ぐらいあるかもしれない。ほんまやね。で横ももちろん広いんで、大人2人でも全然余裕です。でここの端やったら座れる。本当ね、高さが結構なあるから。でここにね、こういう間接照明ちっちゃいライトがあるから、上のメインの電気切ってもここだけつけとけば、いいね。とか夜中トイレ行きたい時真っ暗やったりする、これだけつけてちょっとね足元照らしてとかねできます。いいですね。いいね、このスイッチがおしゃれね。かわいいね。素敵。このねエアコンの下なんですけど冷蔵庫になっております。いいね。しっかり入るやつね。これ貼ってるよね。そうね、貼ってますね。貼ってるね、確かに。この木と同じのようにリメイクシートみたいなね。でこっち側がこれがコールマンのカセットコンロですが置いてあって、ここなんとこれ給湯器がお湯が出るとすごいんですよ。すごい。でここね、ここ開けるとこれね、やばない、ガス LP ガスをね設置できるようになってます。すごいですよこれ。ということでだから冬とかでもぬっくいお湯が使えるということですね。でここですね。これを開けるとおーい。これちょっとこのままやったら高いからね、今外した棚を台にしてここにやるとちょうどええ大きさになるということですね。でオーブンついてるんで、すごいよね。ここにこういうしかも取って取れるやつ、ここでねピザとか焼けるらしい。すごすぎ。これはねさっきのガスを使って調理ができると。やばすぎ。コンロのっけたところがこうねシンクになってます。お湯が出る。素晴らしいです。いいですね。でそのさっきあったカバーをこっちに置いて、コンロを上に置くことによってこうキッチンがね出来上がると。出現すると。で使わへん時はコンパクトに収まってると。素晴らしいですね。でですよ、このね隣のね、この背もたれに見えるこれ、これは引っ張ると、テーブルになる。なるほど。ここのシンクとコンロと作業台と出来上がり同じ高さでできると。でこっちもね
テーブルがあって、そうですね。これも引っ張るとこう、テーブルになると。なるほど。でこっちのねテーブルが短いのはこれ置いて使えるように、この長さになっております。すごいね。考えられてますね。本当に。料理が終わったらですよ。これ閉めまして、こっちのコンロも戻しましてですよ。で、これ一回乗せまして、ここのね椅子、これをこう倒すと、でこっち側もでこうすると広くなると。めっちゃやばな。でさっきのコンロに映ってたね、こいつをねここに置けば、作ったものをここに置いて、ここで食べることができる。いいね。邪魔やったらこいつ畳める。そうね。寝るときはこれどけて、これテーブル畳んだら広く取れるということです。いいですね。その展開した感じも普通に広いよね。広い。横向きで寝れる？それは言い過ぎか。これ直すとバンクほどは広くないかな。ああ、そうね。でも斜めやったらいけるな。まっすぐはちょっとでもこっちだったらいい。横ね。横の方が広いんじゃない？そう。K じゃないからさ、横やったらほら。170ぐらいあるんちゃう？いや全然ある。だって上も下も余裕やもん。わお。横の方が全然広いね。広い。だからこれだと全然2人寝れるね。子供も1人ぐらいならいけるね。いけるな。上もね、子供とかおんのやったら3人いけるもんね。全然いける。ハイラックスやから5人乗れんのかな。だから5人でご家族とかで行って5人全員余裕で見れると。巨大な男の人5人はちょっと厳しい。そうね。大体ファミリーとかやから5人ってやったら全然寝れる十分です。でここですね、ここに電気のモニターがついてまして、こっちがインバーターの電源ですね。とまあボルト数が分かるやつで、こっちにリチウムのあとどんぐらい使えるかとか残量とか今何個使ってるかとかが分かるモニターがついてます。で電装系はここにねシガーと USB と使えるところがあって、これが12ボルトの4本。なるほどなるほど。でこっちは万が一の時のために押すと全部の電気がストップされるということですね。なってます。でこのスイッチね気になると思うんやけど、この開けたところがね、これここの換気扇がオンにすると回ると。やっぱりね電装系のところは熱がこもりやすいので、特にインバーターとかね、そこはそれで換気できるようになってます。装備がですね、これ一番でかいやつが300アンペアアワーと200アンペアアワーですねのリチウムのサバテリーがついております。合計500です。やばいです。でこれがエノジーの走行ソーラー、そうですね、25アンペアずつの合計50アンのやつですね。こっちが外部充電です。でここがインバーター。インバーターは2000ワットまでいけるやつですね。これがヒューズですね。これが走行充電の線なんやけど、ここを外すことによって車とねシェルを脱着するときに線を外せるようになっております。僕らと同じですね、これ。アンダーソンコネクターで。そういうことです。でこれで見たことないこれが電気をねどんぐらい使ってるかとか抵抗が見れるやつですね。が分かるやつで、これをつけることによってここのねモニターの数字が出るように分かるようになってます。ここがクーラーとかの電源もここから取るようになっております。そうね、大体ねクーラーついてるところって近くのコンセントが取りがちやけど、こうやって一つにまとめてたらすごく見た目的にもねごちゃごちゃしなくてすごくいいかなと思いますね。コンセント結構ねちょいちょいありますよね、こういうとことか。そういうのが全部こっちにいて、ここがメインとなっております。そうですね。いやすごいね、これ実はあれなんですよね、標準でついてるんですよね、このセットが。すごくないですか？すごすぎます。天井にですねベンチレーターがついてます。インとアウトとできるやつだよね。給排気ができるやつですね。これあるだけでエアコンなくても大丈夫なぐらい風が来るやつです。そうです。窓がこの両サイドについてるやつがこう動くやつ、網戸とシェードでこうすると開くようになってて、こういう窓やね。いいですね。こっちも一緒やね。開け方がちょっと違うぐらいで。
奥に開くっていうだけで、そうですね。ここをこうやって目隠しとで、これをこうするといいじゃない、いいじゃない。はい、いうことです。はい、見ていただきました。どうだったでしょうか。じゃあちょっと詳細の方をね、ご説明させていただきたいと思います。まずね、重さですね。この装備、この状態で420キロ。はい。はい。で、からのね、シェルの状態、シェルだけの状態で、まあ350ぐらいかなということです。そうですね。まあ最初にちょっと言ったんですけど、ハイラックス自体の最大積載量がまあ500キロなんで、からの状態ってあと150キロぐらいは積めるねということですね。はい。続きまして、はい、気になるお値段でございます。お値段は249万円です。これどの状態かというと、標準装備でその値段なんですけど、このエアコンとかギャレーとか、あとソファの展開のやつ、あと400の太陽光パネルと6000ワットアワーのリチウムがついてすごいながついてその値段です。やばいな。やばい。だからこの車両でオプションなのは外部シャワー、ガスボイラー、オーブン、ガス台とあとジャッキがオプションとなって、なるほど。だからそれをつけようと思ったらプラスでもうちょっとかかるけど、ほぼこの装備がこの値段で250ぐらいやろ。そういうことで、しかも車ももしねないという方は手配もしてもらえるということでございます。ハイラックスごと欲しいってなったらハイラックスを探してくれると、そういうことでございますね。はい。でね、決して安いものではないんで、まあもちろんね、支払い方法気になると思うんですが、どうでしょうか。基本的には現金でって感じですね。フルオーダーっていうところで、どこも多分そういうところが多いと思うんですけどね、注文してから制作に入るっていう形で、注文するだけして実は買いませんってなったら困るじゃないですか。そういうこともあるとは思うんで、基本的にはローンなしで、契約時に半分で、納車の時に残り半分という形になっております。一括じゃないのは嬉しいね。そうね。あと気になる納期ですが、どれぐらいですか。1ヶ月もあれば十分できるということです。そうですね。ちなみにこちらのこのシェル、即納です。即納出ました。即納。これ欲しいってなったら、一番最初に連絡した方がすぐにゲットできます。そういうことでございます。販売もしてますので、これね。いうことでございます。このクオリティでトラキャンならではの金額なんやと思うのよ。そうやね。これがキャンピングカーでしたら多分どれぐらいいくやろうね。普通に600、700とか全然余裕でいくんちゃうかなと。余裕でいくと思う。だって車も込みになる。そうね。もっといくやん。もっといく。もっといくやん。っていうのね、やっぱトラキャンならではのお手頃な価格でこんだけねハイクオリティなキャンピングカー乗れるっていうのは素晴らしいなと思います。しかもこのかっこいいのがさ、すぐ手に入るってさ、やばない。俺らも欲しいもん。他やったらじゃあ買いますっていうぐらいのレベルよね。もともとハイラックスいいなとかっていう話もしてたやんか。そう、かっこいいよねやっぱりね。ほんで広いしね。そう。横幅がほんであるからね。軽とは全然やっぱね乗ってみると全然ちゃうね。生で見たら外見の迫力が半端ないです。すごいかっこよさ。かっこよい。こちらのシャルが欲しいって方とか、あとオーダーして作ってもらいたいとかっていう方は概要欄にお問い合わせ先載せておりますので、そちらにお問い合わせください。よろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで、また次回お会いしましょう。さよなら。